んにちは、池田真子です。皆さんはお部屋を片付けたいけど何から始めていいかわからないとか、お部屋が物で溢れているけどでももうこれ以上手放せる気がしないとか、あとはもう収納グッズを買って失敗したっていうような経験はありませんか？そんな時こそ気軽に整理収納アドバイザーに依頼できたら助かるんですけど、でも実際日中はほとんど家にいなかったりとか、まとまった時間を作るのが難しかったりもしますよね。そこで今回は初心者でも簡単にできる JSpark という AI アプリを使ったお片付けの方法を紹介していきます。 JSpark を使うと本当に時短につながるので、実際に使いながら紹介していきます。ではまずお片付けをするのに一番過ごす時間が長いリビングに悩んでいるとします。ではこの JSpark っていうアプリを開きます。でも具体的に何に悩んでいるかっていうのが明確な方は、もうここの欄にお悩みを書いて改善方法とかを提案してもらうこともできます。でもう何から始めていいかわからないっていう方は、お部屋の写真と一緒にもう何から始めたらいいかっていうのを聞くのがおすすめです。では左側のプラスボタンから写真を選んでいきます。今こんな感じで散らかったお部屋の写真と質問を入れました。このリビングを片付けたいのですが何から始めたらいいですか？これで送ります。今考えてくれています。一気に出てきました。画像を読み込んで画像からいろんな情報を読み取ってくれてます。すごいめっちゃ出てくる。ちょっとこの内容を読むと、この部屋は散らかりすぎではなく、物の置き場所が一時的にリビングへ流れ込んでいる状態で、順番さえ決めればかなり早く整うっていう風に書かれています。写真を見る限り優先順位は床、テーブル、布物、紙物ですっていう風にめちゃくちゃ具体的に提案してくれてます。で、最初にやるべきなのは床にある移動の邪魔になるものを消すこと他にも1番はゴミ集め、2番は飲み物と食器を下げる、で3番は靴と袋をまとめる、布物を戻す、紙類を一束にするっていう風に具体的に何から順番にやったらいいかっていうのを提案してくれました。これがあればもう何から始めていいかわからないっていう迷いをなくせますよね。すぐに行動に移せます。しかも何から始めても途中で止まるタイプなら今日は15分だけでいいですって、優しい最初の5分でゴミと食器、次の5分で靴と袋っていう風にやり方までね書いてくれてます。で次の質問も提案してくれるので、このままちょっと物の定位置を提案してっていうのを送ってみます。期待以上の答えが返ってくるからすごい楽しいですよね。すごいまたいっぱい来ました止まらないすごい。そうするともうあっという間にもうそれぞれの定位置を細かく考えてくれました。ここは仮置き場にしましょうとか、この左下のキャビネットのところに靴ゾーン作りましょうとか、紙袋とかはここに定位置を作りましょうとか、いろいろ書いてくれていますね。で最後にその物の住所のまとめを書いてくれていたりとか、さらにこの散らかりにくくするルールまで書いてくれています。ソファーに置いていいのは布物だけとか、テーブルに残していいのは今使ってるものだけっていう風に、いや本当にそうですよね。こういうルールを守ることで綺麗なお部屋を維持できるようになるので、そこまで提案してくれるっていうのは本当に先の先まで読んでくれている気がしますね。もうこの段階で一人でお片付けできそうな気がしませんか？アドバイザーが言うのもなんやけど一から自分で考えるにしても、じゃあ本はどこに収納しよっかなとか、じゃあこのバッグどこに収納しよっかな、あっちがいいかなこっちがいいかなって悩んだりすると思うんですけど、本当に短時間でそれぞれまとめてくれます。で JSpark はシリコンバレー発の AI エージェントユニコーンで、 AI といっても画像や動画、情報整理や資料作りなどいろんな内容に特化した AI があると思うんですけど、 JSpark はそのいろんな AI を統合したものになっています。なので初心者でちょっともうどの AI を使ったらいいかわからないとか、ちょっと課金をして本格的に AI を使っていきたいけど、でもじゃあ実際どこに課金していけばいいかわからないっていう方とかは、この JSpark を使えば世の中のいろんな AI を JSpark を通して使うことができます。なのでもう悩んだら JSpark を使うのがおすすめです。で JSpark だからこそできる機能っていうのもあるので、それもまた実際に使いながら紹介していきますね。さっきいろんな定位置の提案をしてもらったんですけど、より理想なお部屋に導いてもらうためには、最終的に自分がどんな暮らしをしたいのかっていうのを伝えておくのがおすすめです。例えば自分の理想をまとめて、それが叶うお部屋のアフター画像を作ってもらいます。
はい、今ちょっと最終的には以下の理想が叶うお部屋にしたいですって言って、でこの理想が叶うアフターのイメージ画像を作ってくださいっていうのも入れました。で理想のところにはこうお掃除がしやすいお部屋にしたいとか、あとは空いたスペースでヨガマットを敷いてストレッチやトレーニングをしたいっていうのを入れました。これで送ります。はい。で画像を使うってなるとちょっとクレジットを多く使うので、一応事前にね確認をしてくれます。で問題なければそのまま生成します。画像を作ってくれてます。おー、はい、こんな感じで今さっきの理想が叶うお部屋のイメージ画像を作ってくれました。これよく見ると机の上とかにコップとかも置いてるんですけど、もうトレイでそのまま移動できるようになってたりもするし、ちゃんとヨガマット敷けるスペースもあるし、靴も多分これ隙間に収納されてるのかな。こういう風に完成のイメージができると、よりお片付けのモチベーションも上がりますよね。他にももしもっとこうしたいああしたいっていうのがあれば要望を追加してまた改めて作ってもらうこともできます。でこれで理想のイメージが明確になって、実際お片付けをするっていう時にはお片付けの基本の順番っていうのがあって、整理収納お片付けの順番で行います。で整理は今後も使うか使わないかっていうのを判断して、で収納は出し入れしやすい仕組みを作って、でお片付けは決めた場所に戻すという流れになります。で例えば今度はキッチンのお片付けをするとして、キッチンのものを整理しているとこう似たようなキッチンツールがたくさん出てきたりとか、食器集めが好きで減らしたいけどなかなか減らせないっていうようなことがあると思います。でそんな時もジェーンスパークに相談できます。はい、こんな感じでキッチンの食器棚から食器が溢れていて、もう少し減らしたいんですけど、どれを手放したらいいか悩んで減らせません。判断をする質問を3つしてくださいって書きました。はい、これを送ってみます。送信。はい、そうするとこんな感じでクイズみたいな感じで選べるような形で出てきました。まず使用頻度は、じゃあ月1回くらい使う。代わりのありなしは、似た食器がたくさんある。で手放しにくい理由は、これもらい物や思い出がある。こういうものはねみんな手放しにくいと思うので、これで送信してみます。はい。はい、ちょっと内容を読むと、その食器は今のキッチン収納に置き続ける優先度は低いと考えて良さそうです。めっちゃはっきり言ってくれますね。理由はシンプルで、月1回くらいしか使わない。似た食器がたくさんある。で残したい理由が実用性よりも思い出よりだからですっていう風に書かれています。つまりその食器は毎日使う道具というよりは気持ちの面で残しておきたいものに近いですっていう風にめちゃくちゃ分かりやすく書いてくれています。これはもうほんまになんか整理収納アドバイザーがよく言うような内容そのまま書かれている気がしますね。そう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 待って、整理収納アドバイザーいるこれ整理収納アドバイザーいるってなってくる。こういう風に自分の判断しやすいように質問を問いかけてくれるので、あれ確かにこれ読むともういらないかもしれないとか、物はいらないけど思いだけ大切にしたかったんだっていうことに気づけるので、すごく整理しやすくなると思います。最終的にもね、そのまま残すのか食器棚の外に移動するのか思い出として保管するかっていう風な提案まで書いてくれています。なんか人に言われるとちょっとこう反発しやすいとか、言いにくいっていう時もこういう風にAI が言ってくれるとなんかこうスッと入り込みやすいとか受け取りやすいっていう方も向いてるかもしれないですね。はい、では次の質問をしてみます。はい、今度はキッチンのコンロしたスペースの写真を送って、でそこの収納を考えてもらいます。もうどうやって収納していいかわからないっていう時もジェーンスパークに聞いたら提案してくれます。で今写真とそのキッチンのスペースのサイズで、あと何人家族でどんなものがあってっていうのを書いています。フライパンとかお鍋は2つずつあって、調味料は6種類で、おすすめの収納グッズと配置を提案してくださいっていう風に書いています。あとはこうなんかどこのショップがいいとかあればそういうのも加えられます。これで送信します。早い。もう本当に結構ボリューミーな内容の質問を今回したんですけど、2分3分かからないぐらいで出てきました。はい、こんな感じで収納の仕方っていうのを提案してくれています。一応これ上から見た配置イメージみたいなのも書いてくれてて、もうこれサイズを送ってるのでそこに合わせて計算されているので、それ通りにやれば収まるっていうことですよね。なのでもう自分で考えたりサイズを測る必要がなくなるので、結構サイズで失敗したっていう方ももうこれ使えば失敗せずに収納できると思います。
一応ねこの左から鍋フライパンを縦を収納して調味料入れてでツール入れてっていう風に書いてるんですけど、この並びだと合計約 78.6 センチなので80センチにかなり綺麗に収まりますって。早っ、すごっいやこれ一番整理収納アドバイザーで大変なんてここなんですよね。いつも私はほんまいろんな収納グッズを調べてでサイズ計算して、この組み合わせこの組み合わせのパターンやったら何センチやな、この組み合わせパターンやったら何センチやなっていうのを全部考えて計算してやってたんですけど、 AI 使えばもう早すぎる。であとは使う収納グッズっていうのも URL 付きで書いてくれています。こういう収納グッズを買ったらいいよっていうのが分かりやすいです。具体的な入れ方とか、あと100均を入れるんだったらこれを足すと便利っていうのも書かれています。でまず買う順番とかも書いてあって、最初に買うべきはこの4つですって。でそれを揃えて書かれた通りに収納すれば収まるっていうことですね。でこの後このままその実際に写真のイメージを作ってとか購入リストを作ってっていうこともできるんですけど、実際に写真にしてもらったらよりこう目で見てイメージが分かりやすかったです。なのでもうその写真を見ながらやれば見たまま真似するだけなので、お片付けの難易度も下がると思います。で収納が完成しても日々こう書類だったりいただき物だったり生活していると物が増えたりもしがちなので、綺麗なお部屋を維持する必要があります。そこで一回お片付けして終わりじゃなくって、綺麗なお部屋を維持できるようにジェーンスパークにお片付けの管理スケジュールを作ってもらうこともできます。はい、では毎日21時から1日15分でできるスケジュールを作ってもらいます。で Google カレンダーと連携できるのでそちらに記録してもらいます。はい、今 Google カレンダーに登録するような内容をね考えてくれています。早っはい、こんな感じで、玄関から、キッチンとかデスク周りとかこう流れで作ってくれました。でこの内容で確定してもらいます。もし調整が必要であれば後から要望を追加することもできます。でこれが今 Google カレンダーに登録してくれていってるところです。はい、こんな感じで今 Google カレンダーを開くともうね1ヶ月分のスケジュールを登録してくれました。でもう例えばこの内容を開くと、この日はテレビ台や棚の上だけって言って15分でできるお片付けの内容を考えてくれてます。他にもこの日はチェストや棚の上、これ30日分考えるのも大変なんですけど、この Google カレンダーに30日分登録するのも大変じゃないですか。それを全部一括でやってくれるっていうのがすごい助かりますよね。これまでの AI は提案して終わりっていうものが多かったと思うんですけど、その先の行動までしてくれるのでそれがすごい助かります。あとはお願いすればリマインドもしてくれます。本当に進化しすぎてすごいですよね。これで毎日15分の片付けの習慣もつくし、それぞれ場所ごとに物を見直したりとかお片付けしていけるので綺麗なお部屋を保ちやすくなります。で他にも日常で使える便利な機能があるんですけど、ジェーンスパークが開発したスピークリーっていうアプリがあって、でこれは思いついたことをそのまま話すだけでとかみたいな余計な言葉を整えて分かりやすい文章にしてくれるっていう AI の音声入力アプリです。でそのアプリをダウンロードしておくとメールやメモ、LINE や Slack などいろんな場面で使えます。さらにジェーンスパークエージェントモードと組み合わせると、話した内容をもとに台本や提案書、リサーチやスライド作成まで一気につなげられます。なのでキーボードを打つ時間をかなり減らせて時短につながります。ちなみにスピークリーっていうアプリがこの下のアプリになります。でこれをもう入れているので実際に使っていきます。はい、ではジェーンスパーク上で実際に話しながらやってみます。今から話す内容を丁寧な言葉に書いてください。お世話になってます。明日の仕事なんですけど、予定より30分ぐらい遅らせてもらうことってできますか？申し訳ないです。もし難しかったら大丈夫なんでよろしくお願いします。はい、めっちゃ喋り口調で、私がさっき喋った喋り口調の文章を整えてもらってるんですけど、まずお世話になっています。明日の仕事なんですけど予定より30分ぐらい遅らせてもらうことってできますか？申し訳ないです。もし難しかったら大丈夫なんでよろしくお願いします。この時点でもうとかみたいなのが省かれているんですね。でこの文章をさらにジェーンスパークの方で丁寧な言葉に書いてもらうようにお願いしました。で提案文っていうのと、あともう少し柔らかくするんだったらこちらでも大丈夫ですみたいな感じで提案してくれています。結構方言とかがあると余計にその標準語とか丁寧語とかがごっちゃになったりして、これって丁寧な言い回しなんかなっていうのが悩んだりして、そこに時間かかることってないですか？
でもこれだったらこの AI が綺麗に整えてくれるので、お仕事の内容とか連絡する時とかもスムーズになります。ほら30分ぐらいっていうのを30分ほどとか、そういう風にポイントで教えてくれるので、申し訳ないですじゃなくて申し訳ありませんとか、これは結構今後の話す時の勉強にもなりますよね。で、他にもう少しこうしてほしいとかあれば、そういうのも送れます。なのでこのスペークリーとジェーンスパーク組み合わせて使うと、もう本当に気軽に話すだけで丁寧な文章が作れちゃうので、合わせて使うのがおすすめです。はい、ちょっともう一個やってみます。さっき送れるっていう連絡をして、その続きなんですけど、代わりに資料を先に共有します。まず A 案は見せる収納で、キッチンの周りに見える形でキッチンツールを収納します。浮かせる収納とかラックを使って並べる収納とか、調味料やキッチンツールはすぐ手の届くところに置き換えます。で、B 案が隠す収納で、極力キッチンの見えるところに生活感の出るものは置かないパターンの収納です。で、これは極力引き出しやシンク下、コンロ下などに収納して、もし収納しきれない場合は他の収納グッズを使って目隠しをしたりとか、それでも溢れる場合は物を見直して減らしたりとか、デッドスペースを生かす収納を作ります。で、これを資料に分かりやすくまとめてメールで共有できるようにしてください。はい、今送った内容の回答がすぐに出てきました。はい、こんな感じで、ああいう風な長い文章って文字で打つってなると結構大変じゃないですか。でもこれだったら、例えば何か両手を開けれない、料理中とか、メイク中とか、そういう時にも長い文章も文字で打てます。で、そのままメールですぐ共有できるようにお願いしたので、こんな感じでメールの型を作ってくれています。お世話になっております。先ほどはご連絡失礼いたしました。収納プランについて資料を先に共有いたします私の喋り口調がめちゃくちゃ丁寧になって、でしかもさらにその A 案と B 案っていう話した内容を分かりやすくまとめてくれています。で、確認してくださいって、こんな感じでもう少し簡潔な版っていうのも作ってくれていますね。で、このメールで送信することもできるし、この続きで比較表をつける、整えたりとか、提案資料を作ってもらったりとかもできます。はい、ちなみにこちらがホーム画面になるんですけど、今はもう全部何でも聞いてって書いてあるところから全部送ってたんですけど、もう少し深く限定してやりたいとか、もう自分が作りたいものが画像とか資料とか決まってるっていう場合は、表示されているところから選んで作っていくことができます。例えば AI 画像を作りたいってなったら、この下の AI 画像っていうところを押して、ここでいろいろ指示をすると画像を作ってくれます。はい、他にも全てのエージェントっていうところを押すと、他にもいろんな機能があるので、ここから選んで提案してもらうこともできます。このリアルタイム翻訳とかは旅行される方とかすごい便利で、このシングル、対面、並列っていうのが選べるんですけど、これでリアルタイムでね、翻訳を表示できるんですよ。こんにちはってやると、その対面側にハローって見えるように表示されます。もうリアルタイムで英語にしてくれていますね。なので旅先での会話がスムーズになります。並列だとこういう感じですね。横に来てもらって見る。これめっちゃ便利じゃないですか。他にもこの AI 画像っていうところからいろんな画像も作ってみたりしたんですけど、例えばこんなイメージで90分ブロックで1日のスケジュールを作ってもらって、それを画像にしてもらうっていうこともできます。1日でやりたいことたくさんあるけど、それをどの順番でやったらいいかって考えたり調整するのも大変だったりすると思うんですけど、そういうのももう箇条書きでわーって書いて送って、これ1日のスケジュールにしてってやるとスケジュールを作ってくれます。でさらにそれを画像にしてもらうとパッと見て分かりやすいし、ちょっと1日過ごす時の気分も上がりますよね。あとは自分の理想のお部屋のイメージを伝えて、それを提案してもらったんですけど、私はもうその写真を見てちょっとお部屋をアレンジしたくなりました。今現状のお部屋からアレンジしてもらうこともできるし、私は引っ越しした時の何もない状態からやってもらったんですけど、いろいろビフォーアフターも見れたりするので、じゃあもうちょっとこういう風にしたらこうなるかなみたいな感じで考えやすいです。なのでもうお仕事に限らず趣味やプライベートも充実できるなと感じました。で、実際にジェーンスパークを使ってみて、やっぱり先のことまで提案してくれるっていうのがすごく行動につなげやすくていいなと思いました。あとは自分の考えやアイデアを実際に整理したりとか、あとはそれを資料にしたりっていうのは大変なんですけど、そこをジェーンスパークがあっという間にサポートしてくれるので、すぐに人にも共有できるっていうのがいいなと思います。ちょっとこれを整理しておいてほしいとか、ちょっとこれを資料にまとめてほしいっていう時に人にお願いするってなると、やっぱりその人のタイミングもあるし、体調とか、あと夜遅くだったりとかすると余計に気になるし、いろいろ気を使う場面っていうのがあると思うんですけど、そこをもう AI だともうパッと数分でやってくれるので、余計な気を使わずにお仕事もはかどります。なので皆さんもお仕事だったり日常だったり、今回紹介したようなお片付けにもぜひ取り入れてみてください。
一応整理収納アドバイザーとして言うなら、このジェンスパークにできないこととしては、実際に作業のお手伝いをしたりとか、実際に買いに行くお手伝いしたりとか、あとはこの人の気持ちに寄り添ったりとか、 AI は自分から発信した内容は整理してくれるけど、言葉にはできない感じ取るものとかを汲み取ってくれるのはアドバイザーとしての仕事でもあると思うので、そういうのも含めて人間にお願いしたいって方はアドバイザーの方に依頼するのもいいと思うし、結構私はもう自分でできるとか自分でやりたいっていう方は AI 使うと便利だと思います。で、ジェンスパークのプランはフリープラスプロの3つのプランから選べるようになっています。詳しくは概要欄からご覧ください。はい、皆さんはこの動画を見て実際どんな使い方がしたくなりましたか？ぜひコメントで教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。